はい、皆さんこんにちは。ゲストハウスボム21時のあやかです。はい、今回はですね、ワーキングホリデーについてお話ししようと思います。はい、ということで今回はワーキングホリデーの経験をお話ししようということで、これからワーキングホリデーに行かれる方ですとか、あと今現在ワーホリされている方に、何か共感できたりするものがあるかなと思ってこの動画をしようと思いました。はい、私は、カナダのトロントにワーキングホリデーに1年間行っていました。行っていたのはコロナになる前なので2017年の12月から2018年の12月まで行っていました。いくつかのビデオに分けていこうと思うんですけど、これから話していきたいことは、まず仕事、出会い、英語、住まい、旅行、語学学校とかいろんな項目があると思うので、その項目にピックアップして、別でいろんな動画を撮っていこうと思います。はい、なので何かこれからワーホリに行かれる方にとって何か役立つものがあったらいいなと思います。で、私は、ワーキングホリデーでカナダのトロントに行っていました。でトロントといっても私はトロントその市内に住んでいたのではなくって、トロント市の横にあるミシサガ市というところに住んでいました。トロントっていうのはもうカナダで日本でいうともうなんか東京みたいな感じだと思うんですけど、なので私が住んでいたところは日本で例えると千葉県とか埼玉県とかそんな感じぐらいの都会だったと思います。で今回はですね、まず最初仕事についてお話ししていこうと思います。で私は仕事を、2つ掛け持ちしていました。最初のお仕事は、6ヶ月間していて、でその6ヶ月後からもう一つの仕事をして、なので6ヶ月間掛け持ちの仕事をしていました。で、私が働いていたところは、スタバみたいな日本茶をメインにしたところなんですけど、でもそこには別にイートインスペースとかはなくって、もうドリンク作ったらはいどうぞみたいな感じのところです。でもう一つは、ラーメン屋ですね。掛け持ちをしていたので、それぞれどんな仕事だったかっていうのをお話ししていこうかなと思います。その一つ目のそのスタバみたいな日本茶版のスタバみたいなで、そこでは私が働いていたところはそのトロント市内ではなくって隣のミシサガ市だったので、トロントの都市部よりもちょっと行くだけで日本人の方って本当に少なくなるので、なので私が働いていたところはお客さんとかも全然日本人の方は来られませんでした。反対に日本人の方が来るとお日本人だみたいな感じで、すごい日本人がレア感ありました。そのお店には日本が好きな方が結構多く来店されていました。であと常連さんも結構いて、もう顔を見た瞬間に「あはい」みたいな感じで、はい、常連さんがたくさんいました。であとは客層がすごくいい人ばかりで、やっぱり抹茶とかだとその日本から輸入していたりとか、やっぱり高いんですよね、ドリンク代とかも。だからお金に余裕がある人とか本当に抹茶が好きな人とかそういう方が来られるので、客層が本当にいい人ばかりでした。であとはレストランではなくてドリンクを作ったりその場で提供して持ち帰るっていう集合型だったので、なのでチップとかは全然もらえないんですけど、やっぱり優しいお客さんとかはチップを入れてくれるので、それでわずかですけどいつもチップをもらっていました。もう一つの方ですね、もう一つのラーメン屋の方なんですけど、ラーメン屋の方はちょうどニューオープンするところだったので、おいいじゃんと思ってそこに応募して、で見事に採用してもらえてっていうので、オープンスタッフで働いていました。私が働いていたところの周辺ってあんまりラーメン屋ってそんなに多くなくって、トロント市内にダウンタウンとかの方に行けばラーメン屋さんなんてたくさんあるし、でも私がいたそのミシサガ市内の方にはそんなにラーメン屋ってなくって、もう行くとしてもなんか決まったところここかここみたいな感じだったので、ラーメンが好きな人にとったらここもできたぞみたいな感じだったので、もうオープン当初すごい忙しかったですね。はい。
クローズまで働いていると余り物がもらえるんですよね。例えばサイドメニューで持ち帰れるもの、そんな汁類とかは持ち帰れないので、なのでそういうので結構食費浮かせたりしてましたね。食費を浮かせたい方とかはレストランで働くのをおすすめします。どのレストランでもクローズまで働いているからってもらえるっていうわけではないと思うので、そこはわからないんですけど、はい。であとは日本のレストランと欧米のレストランのスタイルって結構違うくて、例えば日本だったら注文したい時にすいませんとかお客さんから店員さんを呼ぶ感じだと思うんですけど、カナダの場合にはお客さんがすいませんって呼ぶのはあまり良くなくって、すいませんって呼ぶイコール店員さんがあんまりちゃんとお客さんのことを見ていないみたいな感じなので店員として働く私にとってはお客さんがもうそろそろ注文するかなとか様子を伺ってなくちゃいけないので、結構常にキョロキョロしてましたね。で何人かのカナダ人の友達に聞いたんですけど、よくメニューを閉じたりメニューを裏返しにしたりするとオーダーする準備整いましたみたいな感じの合図らしいので、なのでそういうのを見てオーダーいけるなと思って行ったりとか、なのでお客さんからすいませんって呼ばれることを極力避けたかったので、結構常にお客さんの様子を伺っていました。であとはスタッフ同士の、注文を取るやり方も日本と違っていて、例えば日本だったらもうすいませんって言われたらそのスタッフが聞きに行く、すいませんって言われたスタッフが聞いたりとか、手が空いているスタッフが聞きに行くとかすると思うんですけど、カナダの場合にはレストランでエリアが決まっていて、例えばテーブル番号とかで、1から5はこの人、6から8、6から9はこの人、10から15はこの人とか、そういう感じで決まっているので、すいませんとか、言われたり、忙しいとやっぱりなかなかみんな見てられないので、そういう時はあんまりメニューを取らない方が良かったり、取ってもちゃんとその担当のエリア担当のスタッフに伝えるとか、そういうのがあるので、そこも日本と違うなと思って、最初はちょっと戸惑いもあったんですけど、慣れたら大丈夫でした。であとはレストランなので、レストランで働くと必ずチップはもらえます。なので給料と一緒にチップをもらえるんですけど、もうその時のチップの額がすごい多かったりするとめちゃくちゃ嬉しいです。この2つの仕事をして私が感じたことなんですけど、私が働いていたのはトロント市内ではなくって隣の市だったので、なので日本人の方が全然ではないですけど、少なかったので、なのでスタッフも日本人の方がいても数人とか、スタッフはカナディアンの子が多かったので、もうがっつり英語環境で働けました。なのでこうやって何て言えばいいのって言ったらこうやって言えばいいよとか教えてくれるので、本当に英語の勉強になったなって思いますし、でそのスタッフのおかげでスタッフ同士仲良くなって、休日も一緒にどこか出かけたりとかする仲になった。なのでジャパネスだからといって別に避けなくてもいいと思います。はい、ということで、こんな感じでワーホリの仕事面について今回お話ししたんですけど、いかがでしたでしょうか。仕事面について何かもっと聞きたいことなどがあればいつでもコメントしてください。はい、でまた私たちのインスタグラムもありますので、ゲストハウスボム21で検索してください。では、次回はまた違う項目でワーホリの動画を作っていこうと思うので、次の動画もぜひ見てください。またねー。